さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。はい、やすくです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、横から見た人の描き方を教えてくださいというコメントが来てたので、それについてやっていきたいと思います。まあ、横っていうのはいろいろあるけど、とりあえず横側の描き方とか、まあ、体の描き方も多分やってはいると思うんだけど。なんか斜めの描き方みたいにやってたから、それに近いと思うんだけど。まあ、とりあえずもう一度横顔と横から見た体、両方セットでここで一気に教えちゃいたいと思います。なるほどね。なので、これをやれば、とりあえず横向きの顔と体はマスターできるんじゃないかなと思いますので、よかったら一緒にやってみてください。早速やっていきましょう。はい、まずは、ここに超シンプルな正面向きの方を描きました。この子の横顔を描いていくんだけども、ここにピーッとね、横線。これは何かっていうと、顎の位置の線。頭のてっぺんの線。まあ、この範囲に位置を合わせて描けば、なんか別人には見えないと思う。ただ私的には、あんまりこれ意識すぎると自分の絵がおかしくなってくるから、なんとなくでいいよ。そんなきっちりこんなことはしなくていいからね。なんとなくこれぐらいの幅感で横顔を描くときも描こうね。正面の時と同じ幅で、まあ、横側の幅も合わせようね、みたいな話です。そうすると別キャラに見えちゃったり、自分別の人の絵に見えちゃう可能性があるからね。はい、という感じで今ここに横向きの顔をざっくり描いてみました。で、これを描くときにまた意識ちょっとしたのは、この目の縦線がだいたい同じ位置にこう来るようにしたこと。まあ、あと口のラインとかもまあ極力同じような位置に来るようにしたことをイメージしました。ただこれ意識しすぎると、さっきも言ったように、だんだん絵おかしくなってくることあるから、あんまり意識しないように、もうなんとなく、なんか別人に見えちゃう、全く違うキャラに見えちゃうっていう時だけは、この高さがすごくずれてることないかなだけ調べてもらえばいい。なるほどね。実際はこんなことしてね、描く必要ないからね。確かに、こんな人いないよね。そうそうそう。だからこんな、私も普段絶対こんなことしないからね。ただ、あんまり慣れてなくて、本当に顔が伸びちゃったとか、なんかあまりにも潰れちゃった人は、ここであれと何が変なんだろうで、正面の顔と比べてもらうといいと思う。で、こっからがね、横側の、パーツの説明なんだけども、まず大きく変わってるとこ、輪郭。正面から見た時の輪郭っていうのは、まあよく言う半円、逆台形、逆三角形みたいなイメージで、横から見た時も大きくは違わないんだけど、一番下の顎のラインだけちょっと気にしてみてほしいんだよね。顎が、こっちは二等辺三角形だったけど、こっちはまあ直角三角形みたいなイメージになる。要は顎の位置が変わるんだよね。こっちの方の前に出るっていう感じ。このイメージで、ちょっと輪郭の顎の位置が変わるんだなっていうイメージでいてください。で、あとは鼻が出るんだよね。鼻とか口が出る。そのポイントなんだけど、まあ結構こんな感じで私は男女で分けてます。ただ、ポイントとしては、おでこが出る。鼻が出る。上唇と下唇と顎先が出る。おでこが出る、鼻が出る、上唇、下唇、顎先が出る。この流れを意識して、こういう感じで線を辿ってってもらうと、これ超究極のパターンだけどね。超究極の。この意識してもらって、これを究極滑らかに描くと、こういう。これになる。うまっ超滑らかにこれを描くと、こういう感じになる。こういう、ここの出っ張りを意識してもらうといいと思う。ただね、超出っ張らすとこの形になっちゃって、なんかすごい、かっこよくみたいになっちゃうから、それをイメージしながら線を取ってもらうっていうのがいいかなと思う。なるほどね。私、男の子の場合は結構それが大胆に出る。女の子の場合はもうほぼ滑らかにしちゃうみたいな。これはまあ私の場合ね、自分のみんな描く輪郭あるだろうから、そのイメージで。で、ここを出すこと。顔描くときっていうのは本当に何も描かない。正面描くときっていうのはさ、何も描かないからもうつるんとしてるやん。でも横顔描くときは、この輪郭をこうさ、ポコポコさせなきゃいけないから。それがちょっと難しいんだよね。あと初心者のやりがちミスで、首を、なんかこのど真ん中から出す人がいるんだよね。だから顎のところに首できちゃうでしょ。ちょっと良くない例を書くね。こんな感じで、極端だけど、この首がもうほぼ顎のとこからこうやって出てるみたいな。でも実際首結構後ろの方で、顎がめっちゃ出てるもんね。結構顎しっかり取って曲げた後に、特にリアルな人間じゃなくて漫画のキャラクターってめちゃくちゃ頭でっかちで首細いから、こういう感じで結構もう顎引いてあげて、ここの空間をしっかり取ってあげることを意識した方が、これは少なすぎてあんま良くないって感じ。こっちのがいいって感じ。
この感じで描いてあげると横顔結構綺麗に可愛く描けるんじゃないかなと思います。なるほどね。あとは、まあ目だね。目が明らかに形が変わります。正面から見た時の目が超リアルな人間でいくとこうだったとすると、横から見た時の目はこういう目になるのね。まあこれを漫画の絵で表してあげると、正面から見た時はこうだったのが、横から見た時はこういう風になるっていうイメージ。要はこの真ん中の瞳が縦長になる。で、実際だから正面から見た時は、ここからここの範囲が横側の時には書かれてると思えばいい。そうするとここ切り取るからこういう形になるね。そういうイメージで描いてもらえば、まあちょっと分かりやすいかなと思います。ということでまず顔でした。じゃあ次体いこう。こっちがもっとむずいんだよね、きっと。はい、じゃあまずこれね、正面です。まあ正面の人を描く時の、まあ他の動画でも説明してんだけど、まあ大体がこう1対1ぐらいにして上半身と、まあここが同じぐらい、まあ腕もここが大体同じぐらいみたいな感じで、あとはまあ強いて言うとこの腰の、お尻の付け根ぐらいに手が来る。ここの位置関係、まあざっくり見えない感じのところを描くとこんな感じです。これも横に向きになった時もこの位置関係は変わらない。だけど横になった時正面の人と明らかに違うのがあって、それが今正面から見た人この体をざっくりこのボックスの中に入れるじゃない。そうするとさ、今これ幅がだいたいこれぐらいあるね。まあ1、2、まあ3センチか4センチぐらいあったら、横から見た人ってこれよりもちょっと細すぎた極論なんだけど、まあ確かにね。このボックスが細くなると思ってほしいのね。確かに。で、要は正面から見たよりも横から見た人は薄いの。人間って横の方が薄いのね。まあそりゃそうだな。分かってた、アイス君は。分かってね、さすがにこの位置になるってのを気をつけないと、横から見た時もこの幅で描いちゃうと、すごいなんか体が太った人みたいになっちゃうのね。まあでもお腹出てる人だったらもしかしたらね、同じのパターンもあるけどね。だから、実際こういう円柱みたいなのに、人間じゃなくて、人間はこうね、四角い、細長い、なんかなんだろう、お菓子、ポッキーな子とかさ、マッチ箱みたいなさ、こういうイメージっていう風に持ってもらった方がいい。こっち正面、これ横ね、側面。こういうイメージでやってもらった方が人間の体を描くときはうまく描けると思う。なので、この中に入るように今から描いていくね。まあ横になる人をこのイメージすると全然これよりも細くなる。この幅が。っていうのをぜひイメージしてみてください。で、こっちは両方の肩の付け根が見えてたけど、横向きになった時は片方の腕しか見えない。まあそんなことないな。胸を張ったり猫背になるかで奥は見えたりするけど、この大きくは見えない。ほとんど隠れちゃうっていうイメージ。ポージングによっては見えますっていう感じだけど。なのでこっち側にこの関節が1個だけあるっていうイメージで当たりを取ってあげる。で、足も両方こっち正面の時は見えてるけど、横向きの時は基本的にまあ直立だったら正面のこっち側の手前側の足しかまあ見えない。奥はもうかぶっててほとんど見えない。みたいなイメージで描いてあげると上手に描けると思います。ただポージング変わってくると見え方って全然手足の見え方は変わってきちゃうから、ただ重なってて、両方の足の付け根とかがしっかり見えるわけじゃないっていう。手の付け根や、多分横向きになれば絶対に手前側の方がしっかり見えて、奥側は隠れちゃうことが多いっていうイメージでポーズも作ってあげるといいと思います。で、あとは、これ立ち絵とか何でもそうなんだけどね、絶妙にこの絵も私角度がついてる。なんていうかな。この足のとこ見てほしいんだけど、ここね、このボックスの四角に対してこの足だいぶこっち向きに入ってるの分かる？こうじゃなくてこうなってる。ああ、内側にってこと？いや、普通の足を描きたいってことはまあ直立だからこうじゃない、人間ね。だけどこの足描くとき、付け根と足の足首の位置がこういう風になってるの分かる？ほら。このペンを見てほしいんだけど、本来まっすぐってのはこうじゃない。ここに合わすならこうじゃない。ここにこうやって合わせたらね。でも、合ってるのはこの足のつま先あたりが合ってて、実際足の首っていうのはこっちに向かってる。確かに。これは人間の重心や立ってる時のバランスみたいのを考えて描いてる。これ直線で描くと多分ちょっとバランス悪くなっちゃうと思うんだよね。確かにそうかもしれない。だから立ってる人って多分重心があるから、こう自分の体重がどこに乗ってるかとかね、そういうのを考えるんだよね。これがね、あえて私意図的に、
超まっすぐ描いた、こうやって本当に。まっすぐだ。これいう風に描いてて、間違ってないはずなんだけど、なんか自分の絵がうまく見えない、硬く見えるっていう時は、確かに。例えばちょっと胸をこうやって晴らした後に、足をなんていうかな、こういう弓なりのね、こういう形にしてみたりとか、あえて猫背でこういう風になった後に、こういう風に落ちてちょっと足まっすぐ落ちるみたいな、こういう流れを意識してみてあげてください。ちょっとでも角度つけてあげるだけで、絵が全然うまく見えるし、確かにこれより全然いいわ。なんかね、しっくり見えるよ。なんか実際多分リアルな人間ってこんな綺麗に立ててる人いないんだと思うし、結構頭が重いよ。人間って頭が一番多分重いんじゃないかな。その頭を支えるために結構みんな体をね、うまく動かしながら人間って生きてるんだと思う。確かにこんな人、軍隊だよこれ。よっぽど。軍隊でもいねえか。軍隊ですらやっぱちょっと胸張ってこうピッてやれた時、やっぱちょっとこういう形になるんじゃないかなと思うんだよね。だからこうぜひ自分の絵がなんか直立すぎるって変な時ってのは直立すぎるんじゃないかと思うから、ぜひちょっとこう人間の動き、重心の取り方って話になってきちゃうから、ちょっと横向きとはまた話が外れてきちゃうんだけど、ぜひそういう重心の位置みたいのを考えてみてください。確かに。よろしかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下藤慎と。バイバーイ。